今回はムートピアについて、歴代のカードを厳選してまとめてみました。新章デュエルマスターズの水文明を代表する種族、環境にも大きな印象を与えたカードたちが目白押しです。今回はムートピアのカードをまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。異端流しオニカマス。まずはムートピアの中でも使用頻度が特に高いカードこと、オニカマスの紹介をしていこうと思います。このカードはいわゆるメタクリーチャー、対策クリーチャーであり、相手のインチキを封じる役目が大きいカードです。中でもこのカードは非常に強力な対策効果を持っていて、相手のターン中、相手が召喚以外の方法でクリーチャーを出すと、そのクリーチャーを手札に戻させることができます。その上、相手がクリーチャーを選ぶときオニカマスは選べないので、相手はこのクリーチャーを攻撃や全体除去でしか倒せないのです。この効果は自分の攻撃時にも効果を発揮することができるので、攻めにも守りにも使える強力なカードと言えるでしょう。コストも2で、文明も汎用性の高い水文明なので、基本どんなデッキにも搭載することができるカードです。もし水文明のデッキを組んでいる時に、中途半端に枠が余ったら、このカードを入れてみることを強くお勧めします。神出鬼没ピットデル。続いて紹介するのは神出鬼没ピットデル。一部のデッキとの相性が凄まじいことで有名なカードです。効果ですが、水の4コストのブロッカー持ちでありながら、手札の水のカードを2枚捨てることで、無料召喚できます。この効果で純粋にブロッカーの数を増やすのも強いですが、何より強いのは任意の水のカードを2枚捨てられるという点です。デュエルマスターズには墓地を利用するデッキが多く存在し、使いたいカードはあらかじめ準備として墓地に置く必要があります。ですが、そうして墓地を肥やすカードもコストがあるため、1ターンの間に墓地肥やしと墓地利用を両立することは難しいです。が、このピットデルは自分の水のカードを2枚、ノーコストで墓地に置くことができるのです。この効果は非常に強力で、様々なコンボに利用されてきました。他にも、捨てることで効果を発揮するカードも多く存在するので、そういったカードを能動的に使用することもできます。墓地利用を得意とする闇文明は、水文明との相性もいいため、水闇両方が入った墓地利用デッキはよくこのカードが採用されます。お手持ちのデッキに入らないか、確認してみましょう。アイアム。次に紹介するのは見た目も名前も超奇抜なアイアムです。こちらはネオクリーチャーという部類のカードで、進化クリーチャーのように他のクリーチャーから進化することも、普通のクリーチャーと同じくそのまま出すこともできます。進化クリーチャーとして場に出すと、召喚酔いがなくなるので、その点で有利に立つことができます。そして性能ですが、コスト9パワー1万5000のトリプルブレイカー、進化クリーチャーとして場に出していればワールドブレイカー、そしてさらに、場にムートピアが5体以上いるなら、コストを支払わずに召喚することができます。その代わり、自分の非進化クリーチャーをすべて手札に戻します。つまり、このクリーチャー自体を進化クリーチャーにしないと、アイアムごと全員まとめて手札に戻ってしまいます。ですが、そのコストを考えてもこの効果は非常に強力で、0コストで出てくるワールドブレイカーはとても魅力的です。先ほど紹介したピットデルのように、何枚かのムートピアのカードは、特定の条件を満たしていると無料で場に出すことができるので、アイアムのコスト軽減条件も簡単にクリアできます。ちなみに、環境ではあえてこのクリーチャーを進化させず、かつコストを踏み倒して場に出す様子が多く見受けられました。ムートピアの無料召喚効果を最大限活かすため、すでに場に出たクリーチャーを手札に戻すためです。無限ループのパーツになったこともありますがそれはまた別の話。水上第9印シャコガイル。次に紹介するのは最強クラスのムートピアことシャコガイル。このカードはデュエルマスターズの歴史を大きく変えた1枚です。性能ですが、水のコスト9パワー1万3000トリプルブレイカー、登場時に墓地をリセットする必要があります。そして相手のターン開始時に手札を5枚引き、3枚捨てます。そして何より、このカードが場にある状態で、山札の最後の1枚をドローすると、敗北する代わりに勝利することができるのです。この特殊勝利は他のあらゆる効果よりも強力かつ簡単で、このカードを軸にしたデッキが数多く存在します。ネックとなるのは、登場時に墓地をリセットする効果。これをどのようにして乗り越えていくか、という問題があります。当時多く見受けられたのは、コントロール系のデッキにすること。つまり、相手を除去や大量手札破壊等で痛めつけながら、こちらはマナ加速やドローを確実に行って、シャコガイルの条件達成まで準備を進めること。
他にも、シャコガエルが墓地をリセットするというのなら、それを上回る大量ドローや大量マナ加速を行って、半ばパワープレイのように突破する方法です。特に注目してほしいのは、墓地リセットをキャンセルする方法です。ラグナロク・ザ・クロックというカードがあります。登場時にそのターンを強制的に終了させる効果を持ちます。このターンの強制終了という効果ですが、待機している効果を全て吹き飛ばして行われます。ですので、例えばザ・クロックとシャコガエルを同時に出すと、シャコガエルの登場時効果の墓地リセットが起きる前に、クロックの効果でターンを終了させることができます。同時に発動した効果は、同じプレイヤーのものなら、好きに順番を入れ替えて発動することができるのです。そして相手ターン開始時にシャコガエルの効果が発動、5枚ドローすることができます。このタイミングで山札がなくなれば、シャコガエルの効果が発動、見事勝利を収めることができるのです。少し難しい裁定になりますが、覚えておくと便利です。と、ここで注意なのですがシャコガエルの特殊勝利条件は、あくまで最後の1枚を引いた時です。マナに置いたり、墓地に置いたりしても勝てませんし、デドダムのようなカードの効果で3枚見てから手札に加えても、この効果を発動させることはできないので気をつけましょう。輸送艦チェンジ座。続いて紹介するのは輸送艦チェンジ座です。このカードはツインパクトカードですが、今回の解説では主にクリーチャー側に触れていきます。さて性能ですが、コスト6のドラゴン持ちクリーチャー、パワーは6000でダブルブレイカーという、標準的な性能です。登場時にカードを2枚引き、手札を1枚捨てます。そして自分のターン初めて手札から5マナ以下の呪文を捨てた時に、その呪文をコストを支払わず唱えることができます。この効果が非常に強力で、様々な呪文とシナジーがあります。コスト5以下であれば文明も問わないので使い勝手も良く、ドラゴンを持っていることから革命チェンジ元としても、採用を検討されるデッキが多く存在していました。特に注目されていたのが時の鳳凰ミラダンテ12。このカードは水のドラゴンの攻撃時に革命チェンジして、初めての革命チェンジなら相手のコスト7以下のクリーチャーを、次の相手ターン終了時まで召喚できないようにします。加えて、革命チェンジした際に手札から、光のコスト5以下の呪文を唱えることができます。そのため、チェンジ座の攻撃時に文明問わず呪文を唱え、ミラダンテで唱えたい呪文を探して、手札に加えたり、革命チェンジの邪魔になるクリーチャーを除去したり、様々な使い方ができるカードになっています。その汎用性の高さや、手札交換を行える点、さらに、場にいる限り効果があり続ける点などが高く評価され、未だに強力なカードの1枚として名を馳せているカードです。現在では再録も多く、安く手に入るので、これを機に手に入れてみてはいかがでしょうか。次元の嵐スコーラー。最後に紹介するのはムートピア最強の問題児スコーラーです。コスト11、パワー1万、1000、ダブルブレイカー。スペックだけ見るとなんだか物足りない感じがします。が、このカードはグラビティゼロを持っているカードで、同一ターンに呪文を5回以上唱えると、コストを支払わずに召喚することができます。しかも召喚によって場に出た場合、ゲーム中1回のみ、追加ターンを得ることができるのです。この効果が非常に強力なものになっていて、呪文5回という一見難しそうに思える条件についても、呪文のコストを払ったか否かが関係ないため、呪文踏み倒し系のカードを駆使することで、案外あっさりと達成することができます。相性のいいカードは同じくムートピアのカリアドネ。こちらは墓地の呪文の数だけコストが下がるカードで、登場時に墓地からコスト3以下の呪文を3枚まで、コストを支払わずに唱えることができます。カリアドネはだいたい1マナで出すことになるので、1マナで呪文を3回唱えることができるのです。他にも、セイレインコンチェルトというカードがあります。こちらは1マナの呪文で、唱えた時にマナを1枚回収し、手札を1枚マナに置くという効果を持っています。強力なのは、こうして置かれるマナがアンタップ状態だということ。つまり、このカードはマナの消費を例にしつつ、呪文のカウントを1進めることができるカードなのです。これらのカードを駆使してスコーラーで追加ターンを獲得。それから先は、無料召喚でクリーチャーを大量に出して、それらで一斉攻撃してフィニッシュするもよし、追加ターンを取ることで時間に余裕が生まれるため、無限ループに入ってもよし、そんなあまたの可能性を秘めているカードがこのスコーラーです。ちなみにこのカードは何度も環境を荒らしているため、殿堂発表の前にはいつも名前が挙げられています。このカードが殿堂入りするのはいつになるのでしょうか。今回は、
サムネにもなっている嵐を呼ぶ魚介ことムートピアについて、小ネタを交えながら紹介してきました。ムートピアは最近出た種族ですので馴染みの浅い人も多いでしょう。しかし丁寧に紐解いていくととても面白い種族で、強力なカードも多く存在することがわかります。今後もムートピアの活躍から目が離せません。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。